んにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。今日はですね、実家に帰ってきています。ということで、私一人じゃなくて、もう2人ゲストを呼んで一緒に話していこうと思いますので、皆さん最後までぜひ聞いてください。それじゃあ早速お呼びしたいと思います。皆さんよく知ってると思うんですけど、1人目はまみちゃんです。はーい、こんにちは。こんにちは。そしてもう一人、弟のあおいくんです。どうも弟のあおいくんです調子はどうですか？ I'm fine, thank you 日本語で私は今日も元気です真似すんなってはいなんでかバカにしてる。元気ですか？はい、元気よ。今日は緊張してんのか今日は一緒にみんなで話したいトピックがあるんだけど、その前にちょっと面白そうな話をネタを最近仕入れたので、それをねちょっとだけ聞いていきたいなと思います。おなんか噂だと最近、8センチぐらいの厚底の靴を買ったって聞いたんだけど、なんで買ったの？なんでそらね女性にモテたいからですよねそらねやっぱでかい方がねいいらしいんで、まあ一応ね装備として持っておこうかなっていうことですね。結構そういうの持ってる人いるのかな、世のいる中たくさん。やっぱりね、日本人は、小さい人も多いんでね、やっぱ小さい人は小さい人とやっぱ仲良くなりやすいみたいな多分あると思うんですけども、なるほどそういう中でこうあるわけですよ。みんな意外とこう靴の中にねちょっと仕込んでたりなるほど。するんですよ。日本もう本当に人あるあるなのかな？他のそうじゃん国でもあるんかな？いやまあもしかしたらあるかもしれないけど、でやっぱ日本人は平均身長が低いんでそうだね。そこはちょっと面白い。やらせていただいて。でなんかNG だったら言わなくていいし、後でカットするからカットしてって言ってもらえたらいいんだけど、どうやらね2回ぐらいデートをしたと。でその2回ともその8センチ身長を持って登場したということだったんですけど、それいつ真実をお伝えする予定なんですかね？それはいつかなんか仲良くなってもう別に身長なんて関係ないよねみたいな感じだったら言えばいいですか。あとはだからどちらかのねお家に行くみたいな、タイミングがありましたらその時言いますかねみたいな感じじゃですね。あ靴を脱いでびっくりっていう感じですね。そう実はちょっと言っておかなきゃいけないことがあって実は身長持ってるんだよねごめんねっていいよねみたいな別にそんな気にしないよねみたいな、オッケー行こうみたいな、笑ってくれればね、そう最高のパートナーにそれはそうでしょなるよね。確かに。そういう人じゃないともうこっちからはもう願い下げですからそんなのはちょっと調子乗ってるけど。調子乗ってね調子乗ってない。それはだってそうじゃん。ここですからそうですね。ハートで心がね、大事ですからね。そうです、はい、というところで、弟の近況でした。ありがとうございました。いろいろ喋りやがって無茶ぶり。いいけどそう別にいつもね、動画の最初にアイスブレイクというか雑談するんだけど、なんかネタないかなと思って、いいネタがあったから直前すぎるだろ仕入れるのほんとさっき話してたら用意しとけよなんか、いやすぐねこれいいかもしれないと思っちゃうから。本当あったの候補が別にあったのかな。いや何もなかったらやっぱ今日も暑いですよねとか、おもんないなおもんないよそれは。日本は暑くてね、今日もエアコンね毎日つけちゃってますねとか、そんな感じ。なるほどね。アイスブレーキできないそんなんじゃん。いやなんかカチカチだよあまりにさ面白すぎるとそれで1個動画にしたくなっちゃうから、難しいんだよねレベルがね。面白くなさすぎるって待ってよ、そういうことはねもういいんですよ。今もあれじゃない？それでは本題に行きたいと思うんですけどみずきです。チャンネル登録お願いします。今日話したいテーマはね、はい子供の頃の夢、そして今の夢、2つちょっと聞いてみたいなと。夢ね。
そうで面白いことに家族なのに、今のところ敬語で喋っちゃってるんで、じゃあこっからタメ口でオッケお願いする。下手くそだな。する。日本語覚えたてか。それ敬語はこちらの皆さんに言ってるんじゃないのだって。そう言ってるんだけど、なんかこうやって動画で喋ってると、振る時もなんか敬語になっちゃうっていう謎のね、確かにことが起きてるから、カメラ回るとなんかそういう意識になっちゃうのかな。ね。そう、でも敬語は一人の時に散々話してるから、せっかくだからタメ口で話そうね。家族いいよ。家族トークね。話そうね。そういうことで、じゃあまず子供の頃の夢、一番最初に話したい人いる？一番面白くないから私にしようかな。オッケー、じゃあまみちゃんからそんなこっちが面白いこと言うみたいにそうハードル上がってるけど、ハードル上げていくやつ、ね、最初に喋ってくれるみたいな話してなかったの？まあいいけど、最初の方がハードル低いと思うから、じゃあまず、まみちゃん子供の頃の夢何だった？子供の頃、小学生ぐらいの頃に思ってたのは、小学校の担任の先生がすっごい大好きだったの。6年生の時のすごい、スポーツ万能な男の先生だったんだけど、だからなんかすごいもうハートもそれこそあるいい先生だったから、熱いね熱いね先生だったから、なんかその先生みたいに、小学校の先生になりたいなって思ってて、中学生ぐらいまでそう思ってたんじゃないかな。なるほど、めっちゃいい夢じゃん。学校の先生になりたかった。6年間ぐらいそういうふうに作文にも書いて、先生になりたいですって書いてたかな。でその夢は終わっちゃったの？中学校入って。そう、中3ぐらいまで思ってたんだけど、高校生ぐらいになってだんだんなんか、どうかなみたいになってきてそう高校の先生が良くなかったのかな。そういうわけじゃないんだけど、やっぱもうちょっとなんか現実的になんか会社になろうかなとか、現実をね、現実的になっちゃったね。そうだね。なるほど。いやでも別に面白いか面白くないかで言ったら面白くないけど、でもめちゃめちゃいい夢。すごいじゃん。言わなくていいよそんなこと。その観点で言ったら逆に笑ったら失礼な夢やん。そうだ、もちろん。そう。だかそうらね。いいんよ。これは別にさ説明しなくていいの？これちょっとね、このマイク、この前これ一人で撮った時にもこれやったんよ。それはもういいんじゃん。そう、知ってるんよ。そうなんだ。そう。おなじみの。そう、基本クリップで服に挟むんだけど、いい服っていうか好きな服伸びたら嫌やん。そうね。だからこれに挟んでやってて見てくれた人は知ってる。なるほど。日焼け止めマイクね。そう今日はいい子しかないからさ、動かしやすいよ。それ失礼しました。そう、ありがとう。説明しようとねしてくれてね、優しいね。気になるかなと思ってこれ何ですかって日焼け止めです。じゃあ次の方。じゃあやっぱり僕からいこうかなやっぱ最後はねホストがマジで大したことない夢なんだけど、本当にくだらないんだけど、まあいいよ。じゃあ子供の頃の夢は何だった？やっぱりね、なんていうか子供の子小学生の時とか野球をねやってたりしたんで、その時は、プロ野球選手って言ってましたかね。本当に言ってるだけだったんで、本当に目指してるとか多分なかったんですけどもでもその前で言うと、一番最初ので言うとあれかもね、なんかもうウルトラマンとか、なんかもうだからね、やっぱ大きくなってさ、シュワーッつって大きくなって怪獣と戦って、かっこいいな、地球守りたいなみたいな、あんなに大きい選手になりたいなと思ったらこんなちっちゃくなっちゃいましただからね、今でもその憧れが残って8センチ持ってるのかもしれませんね。戻したね。伏線回収するんじゃないよいやちょっとぐらいなんか考えとかないと。そうだよね。ちなみにさ、これだとさ身長わかんないんだけどさ、公表しとく？いいだろ別に言わなきゃバレないんだからオッケー。なんか185センチですめっちゃ嘘。いいでしょ別に。めっちゃ嘘。それが夢。
夢であす。夢ね。夢。数字ひっくり返してうんうん158センチよりはまあ大きいかな。ひっくり返してってなんか言い方微妙だけど、もうそれよりはもちろんね、ありますよ、まもちろんそんなのあ唯一の NG 身長っていう NG で感じですかね NG OK うん今内緒でどんだけ引っ張んだよ。秘密で身長いいんで身長は今の身長じゃなくて今の夢ね。うん今の夢はだから今の夢まだまだまだえ聞いてないよ。あ子供の頃だけか。うあそうですか。先走っちゃって喋りたい欲がねええあるよね。いやまあまあじゃあ最後ね一番面白い夢はねやめろよお願いします。面白くはないのよ。うんそのどこまで遡るかっていうあれはあるんだけど、おう一番最初の夢、おうここに生まれておう一番最初に願った夢、おううん。まあ私は覚えてなくて、んまみちゃんに教えてもらったんだけど、覚えてないんだ。そあそう幼稚園生の時ね。うんそう幼稚園生の時一番最初に書いた夢は雨でした。飴そうキャンディーそれ私がちょっと説明していい？いいよ幼稚園の年少さんの時に、うんよく廊下とかにさみんな例えばじゃあ将来の夢とかって感じになって、みんなのこう画用紙にね、うんこううん書いてある絵でもいいし、うん字でもいいしみたいな感じでみんなが自由に幼稚園生だからこう夢ね。で大体その頃の女の子の夢は、うんなんかこうアニメのキャラクターみたいなのが多かったわけ、うんでうんプリキュアとかなんかプリキュアそうそうプリキュアが流行ってたからプリキュアになりたいとか、プリンセスそうそうプリンセス系ねお姫様そう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 、ディズニーのねとか、そういうのだったらまだわかるじゃない、うんねそう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 の中、うん水木の画用紙にだけ、うんまあ字は書けたんだよね、うんでなんか丸とうん下に「あめ」って書いてあったでえ「雨雨雨確かにどっちの可能性もあるよね。そう丸だったりそうだねそう雨粒の可能性そう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 大事な日本語の大事ななところで、そうね雨なのか雨なのかそう難しいねによってだいぶ違うよねイントネーションそうだね。でレインかキャンディーか本人にうん担任の幼稚園の先生が聞いたんです水木ちゃんに聞きましたと私がこうう呆然と見ている横にスッと先生が寄ってきてうん察してくれたこれは甘い方の飴だそうですってああキャかわいいンディーでしたかわいい夢ですねって言ああよかっわれてたねキャンディーでいやでもさうん飴になりたいよちなみにさ、覚えてるかわかんないけどさ、いっぱい飴が食べたいとかじゃなくてなりたいものなりたいの本気で飴になりたいと思ってやばすぎだろ。ドラゴンボールのベジットか3歳児の夢でしたうわー見てないドラゴンボール見てる皆さんならわかるはず飴になりたかったんだ懐かしいそはい、飴になりりたかったの。そんな水木ちゃんキャンディーガールやもうちょっと覚えてないけどもうちょっと成長したらどうだったのかなもうちょっと成長してまだ子供の範囲で言うと、んまあパティシエ、うんケーキ屋さんとか、あー言ってた言って言ったてた気がするうんそうだね。そうだねそんな感じ、うんまあ学生ね成長するについてもうちょっといろいろねうんうんそうだね、変わっていくけどね現実的な夢になっていくから、うんケーキがね好きだったのそうケーキまあだから作ったりしてたもんね飴からのそうケーキ屋さんだからうんまあ進化しちょっとねそうだねスイーツまあつながりではあるねそうだね、えだからさ今食べ物好きでみんなに通ってるんだけど、えおうその頃からずっと食べ物に夢中っていう、うんそうだねなんなら食べ物になりたかったぐらいだからねよかったよ食べられちゃ意味ないんだけど人間になってくれてよかったそうそんなところで、はいじゃあ続いて今の夢うんじゃあまた順番にまみちゃんからいくかな。なるほどまあいやでもうんちょっと深そうだけどまあいいか。逆じゃあに最後にしとくじゃあ真ん中にしようかな言うの真ん中ね、うんじゃあ1か3かどっちがいい？どっちでもいいけど決めとけよってそんなのなここは大取りねじゃあここはカットかここはカットかなさすがにいいのいいの順番決めグるダグダしてたらねカットするからいいのよ、はいはいじゃあ私からはいはいはい行くから、うんみんな頑張ってねその後、そうそうなんで上げてくんだよ私の今の夢は、うんまあ2つあって大きく、うん1つ目はうん今の仕事の話なんだけど、うん日本語教師としてうんいろんな国の生徒さんと話してで、まあ、日本語のお手伝いもしたいしで日本語で会話練習するのを通して
その他の国の文化もいっぱい知りたいなっていう、なるほど。うんうんうんそういうのが夢で、それでなんか日本だけじゃなくて他の国のことも知っていて、もっと自分の中の世界観を広げたいなっていうところにつながっていまうん。す。なるほど。おということで皆さん日本語レッスンに来てね。宣伝やったん宣伝やったんか。もう一つはめっちゃシンプルなんだけど、うん自分の思う幸せになる、幸せになるっていうか今も幸せだから、うん幸せでいること、嫌なことはなるべくしない、うん好きなことのためだったらもちろん頑張るうんっていう感じ。なるほど。うん素晴らしい。おおーなんか深いな。それじゃあお続いてどうしよう。なんかお手本のような話のやめて後にどうしましょやめて綺麗事言いがちなんよ、私の推しと一緒で。う。なるほど。でも本気で思ってるから、なるほど。正直にはい。ハードルはありませんので、そうでよかった。今の夢は今の夢ね、今もすっごいずっと考えてたんだけど、なんかね、逆になんか私は今こう仕事とかがだいぶこう終わってきて、まあ時間があるので、まあなんかやりたいことを今は結構探すって感じになっていて、で、まあ、やりたいことリストなんかもなんかこう100個埋めてみようとか書いてみたりして、なんかこう自分がどんなことを思ってるんだろうとか、いろいろ考えながら過ごしているんだけど、まあ一つはなんかこうやっぱりやっぱ年齢がねだんだんいっていくと、なんか例えば、去年シュノーケルに行ったら、そのシュノーケルツアーは60歳までですと年齢制限があったの。でなんかそんなに遠くない将来もうシュノーケルのツアーにも参加できないのと思ったら、確かにね。結構ね意外とさ、なんか元気でもできなくなることってまあまああるなと。なのでなんかやっぱそれこそさっきの水木じゃないけど、まあ、やりたいことを例えばシュノーケルとかもっとやりたいしとか、まあ、海外旅行も行きたいしとか、海外旅行もねやっぱね80代の人とかもうちょっと無理だわ行きたいけどいいわねって言われるし、だからこのちょうどねこのぐらいの年齢の、ね、人とかができることを、全力で楽しみたいっていうのが、まあ夢というかやりたいことというか、そうだね、それが一つ目、でもう一つはまあ私の大切な、まあ、子供たち、それから、夫親、まあ、そういう家族が周りにいる家族が、まあ、もちろん大事な友達も入るかな、とかが、まあ、みんなで笑顔で幸せでいてくれること、そうそれがやっぱ一番喜びであったりするので、まあ、それがずっと続いてくれるのが夢、そんな感じです。素晴らしい。はい、心温まるですって言っちゃった。いい夢いいよ別に、さすがですね。ありがとう。幸せっていうのはね、似てるね。そうだね。それではお待たせしました、我が弟の今の夢。一番ね伸び盛りだからどんな夢か気になる。はい、ありがとう。女の子にモテモテになることですね。それしか考えてませんよ私はね。最悪。そんな最悪ってのでいいでしょ別に。夢なんそれ。それはもちろんね、もうたくさんのね、たくさんがいいたくさんがいいんだ。一人じゃなくてたくさんがいいんだ。っていうのはまあ冗談でね。いやでもなんかね、こうあれかな、まあそのちょっと分かりやすいところで言うと、でもやっぱこう大きい家に住みたいですね。今のね家がとても小さいので、とても小さくて引っ越したいなと思ってるんですけども。そうだよね。いや本当にだからいい家に住みたいですね。いい暮らしをしたいというところですね、やっぱり。それもさ、伏線回収してんの。小さいものから大きくなりたいっていう、そこまで言ってないよやっぱ大きい方がいいでしょ。まあそのためにまあなんかね、まあ仕事なり頑張りたいなっていうところ
とあとはでもでも似たような感じですかね、なんかこう周りの人を笑顔にしつつ自分もこう笑っていたいっていうところかな、ちょっとねお笑いなんかも、やってましたけども、過去形なんだもう今もほとんどねやれてないんであれなんですけどねそれもちょっと通じてる部分あるけどやっぱりこう、自分含めて、周りの人とかが笑っているっていう世界が一番かなっていう。確かにだからそう思うとなんかお笑いっていうのを職業じゃなくても、なんか趣味お笑いみたいな感じで、なんかこういつも葵が来るとなんか笑わせてくれるよねみたいな面白いよねっていうキャラクターはそのままでいてほしいなって思ったりする。それはもちろんありますから、そうだね、それそうそうだから他の仕事にするにしても、やっぱりその規模変わるかもしれないけど、その例えばお客様に対して笑顔になってほしいみたいなところは、持ち続けているんで、そうだね、そういう仕事をして、そうだね、自分の力でこう世界に笑顔を増やしていくっていう、それが夢ですかね。いいじゃん、いいよね。でもモテモテになることが一番ですね。なんだろうそのさ急にいいボイスみたいなさ、いいボイスなの分かんないけど、でもいいもともといい子ですからね。いいよ、女性の皆さん近づかなくて待ってます音量でかいよってオレンジになっちゃってるからそうですか、ごめんなさい、ちょっと思いが強すぎてね、女性の皆さん待ってますんでね、ご連絡お待ちしてます。はい、無視してもらっていいね、お願いします。無視してもらっていい、ということで、皆さんのいい夢がね、聞けましたので、はいはい、一緒に動画を撮って満足です、ありがとう。サティスファクション満足した。ちょいちょい英語挟んでくるね。やっぱりちょっと出ちゃうね飾ったのかなって好きなのかな。まあね、できますよって。そんなところで、今日は締めたいと思います、はいどうでしたでしはいかんだかんだ最後に閉まんないな。どうでしたでしょうか。はいカットするかもしれないし、しない方がしな面白いい方が面白いかもしれいないし、それは編集してる私の気分。都合のいいとこだけカットされてるかもしれない。都合よくね生きていこうということで、皆さんの夢もコメントでぜひ教えてください。楽しみね。そんな感じで今日は水木ファミリーの動画をお届けしました。それではいつも通りチャンネル登録とグッドボタン、コメントをよろしくお願いします。チャンネル登録者3000人目指してますので、ぜひご協力よろしくお願いします。そしてもう一つ、日本語のオンラインレッスンはiTalkiとプレプリでやってますので、そちらも興味があったら来てください。それじゃあまた次回元気にお会いしましょう。またね See you later! バイバイ